1.7兆円が30日で消えたのだ。ドバイとアブダビの株式市場からだ。原因はペルシャ湾の向こう側で始まった戦争なのだ。1.7 兆円って、それって日本円でですよね。ドバイの株式市場がそんなに大きく動くんですか？イランとの戦争がなぜドバイに直撃するんですか？いい質問なのだ。 UAE、 つまりアラブ首長国連邦のドバイとアブダビで2026年2月28日のイラン戦争開始以来、株式の時価総額が合計で約1200億ドル、日本円にして約 1.7 兆円も吹き飛んだのだ。アルジャジーラが報じたこのニュース、実は日本で NISA で積み立てをしている人、ドバイ旅行を計画している人、そして食費や物価が気になる人、全員に関係する話なのだ。今日はその構造を根っこから掘り下げるのだ。まず、なぜドバイなのかを理解するために少し地図を想像してほしいのだ。 UAE はペルシャ湾岸にある小さな国で、イランとはわずか180キロしか離れていないのだ。東京から名古屋くらいの距離なのだ。戦争が始まれば地理的に巻き込まれ感が出るのは当然なのだ。でも地理的に近いだけで株価がそこまで落ちるんですか？ 16% って相当ですよね。日本の株で言えば日経平均が6000円以上落ちるような話じゃないですか。その通りなのだ。しかも面白いのは、隣の国でも明暗が分かれているのだ。カタールは 4% 下落、バーレーンは 7% 下落。一方でサウジアラビアとオマーンはなんとプラスなのだ。同じ湾岸諸国なのになぜ UAE だけがこんなに大きく落ちたか。ここにドバイのアキレス腱があるのだ。UAE の最大の弱点、それは観光と金融で食べている国だということなのだ。サウジアラビアは石油で稼ぐ。でも UAE は違う。昨年の観光、旅行収入は GDP の 13%、約700億ドル、日本円で10兆円以上なのだ。ドバイ国際空港は世界一の国際線乗客数を誇る。その空港が今や閑古鳥が鳴いているのだ。つまりドバイって観光業で食べてるから原油収入の干渉剤がないんですね。石油が上がってもドバイには直接入ってこない。でも観光客がいなくなる打撃はまともに受ける。それって商店街の真ん中にある旅行代理店みたいな話ですね。道路が封鎖されたら客が来なくなる。まさにそのアナロジーで正確なのだ。では、道路の封鎖に相当するのが何かというと、ホルムズ海峡なのだ。イランは戦争開始後、この海峡を事実上閉鎖したのだ。ホルムズ海峡とは何か、世界の原油輸送の約 20%、天然ガスのさらに大きな割合が通る、幅わずか33キロの海峡なのだ。ここが詰まると、世界中のエネルギー価格が跳ね上がるのだ。実際、原油価格はすでに1バレル約120ドルまで急騰しているのだ。SCMP によると、アジア各国の政府は数週間でインフレ抑制のために数十億ドルを費やしているのだ。そして戦争開始後に数万便もの航空便がキャンセルされ、その多くがドバイ発着便だったのだ。観光客が物理的に来られない状況になってしまったのだ。原油120ドルって、コロナ後の高騰期に近い水準ですよね。でもちょっと待ってください。ドバイって地理的にはイランに近くても、ホルムズ海峡の外側ですよね。なんで封鎖の影響がそんなに直撃するんですか？むしろ石油が高騰すれば湾岸の国は恩恵があるんじゃないですか。これが深いポイントなのだ。UAE はアルジャジーラが報じているように、ホルムズ封鎖の直接的なエネルギーショックは他の湾岸諸国より小さいのだ。でも石油高騰の恩恵を受けるのはあくまで産油国の政府収入の話なのだ。UAE の一般市民や企業が稼ぐのは観光、金融、不動産、その3柱全部が戦争の不透明感と便数キャンセルで吹き飛ぶのだ。石油が高くなっても、その恩恵がドバイの民間経済に流れ込むには時間がかかるのだ。一方で、なぜサウジアラビアは株が上がっているのかというと、サウジの国家収入は石油輸出が中心で、原油高騰の恩恵が国家財政に直結するからなのだ。そしてオマーンも同様の構造なのだ。同じ湾岸でも、経済の稼ぎ方が違えば、同じ戦争に対する株価の反応が全く逆になる。これが2026年3月の中東市場で実際に起きていることなのだ。でもこの先、話はさらに大きくなるのだ。UNDP の国連開発計画が発表した分析があるのだ。アラブ諸国全体で GDP の損失が1200億ドルから1940億ドルに上る可能性があるのだ。日本円で約17兆円から28兆円なのだ。さらに深刻なのは失業率が最大4ポイント上昇し、360万人の雇用が失われ、400万人が貧困に転落する可能性があるという試算なのだ。これは投資家の心理的ショックで終わらない規模なのだ。その規模は日本の国家予算の 1.5 倍くらいに相当しますよね。短期間の戦争でも一時的なショックで済まないかもしれないですね。ガルフ諸国の不動産や株式に投資している日本人も少なくないはずで、その人たちへの影響も気になります。
そこが次に話す確信なのだ。でもその前に、アルジャジーラとストレッツ、タイムズで微妙に報道の切り口が違うのだ。アルジャジーラは UAE の市場は一時的なショックで長期的な経済計画には傷がつかないという楽観的な専門家コメントを載せている。一方ストレッツ、タイムズの国連報告書はもっとシリアスで短期間で終わってもプロファウンド&ワイドスプレッド、つまり深く広範な影響が出ると言っているのだ。同じ出来事をどちらの角度で見るかで答えが全然変わってくるのだ。ここまでを整理するのだ。UAE 株価がドバイ 16%、アブダビ 9% 暴落した背景には観光、金融中心の経済構造がある。ホルムズ封鎖とビンスキャンセルがドバイのアキレス腱を直撃し、UNDP は中東全体で最大28兆円の GDP 損失を警告しているのだ。ここからが本題、日本との接点なのだ。では日本人の生活に具体的にどんな影響が出るのか、まず投資家として考えてみるのだ。NISA の成長投資枠で S&P500 に100万円を入れていた人はどうなるか。 S&P500 はすでに戦争開始後に約 7% 下落しているのだ。100万円が93万円になった計算なのだ。さらにここから悪化するかどうかはこの戦争がいつ終わるかにかかっているのだ。 S&P500 が 7% というのは2022年のロシア・ウクライナ戦争初期に近い規模ですよね。あの時は結局年間で 20% 以上下落しました。今回はそれ以上になる可能性もある。長期投資しているから大丈夫と思っていたのに、やっぱり地政学リスクは無視できないんだと改めて思います。そして旅行、観光の観点から言うと、ドバイ経由の長距離路線が大幅に乱れているのだ。ヨーロッパへの経由便、アフリカや中東向けのビジネス渡航、これらに影響が出ているのだ。数万便がキャンセルされたという規模は、コロナ禍に匹敵する航空業界のショックなのだ。日本からドバイ経由のヨーロッパ往復が組めない、または割高になるという事態がすでに起きているのだ。もっと身近な話をするのだ。食費なのだ。以前の国連報告でも指摘されていたが、ホルムズ海峡封鎖は食料、肥料の価格を押し上げているのだ。なぜ肥料かというと、天然ガスが肥料の原料になるからなのだ。天然ガスの輸送がホルムズ封鎖で滞ると、肥料が高くなり、農業コストが上がり、世界中の食品価格が上がるのだ。スーパーの食パン、パスタ、鶏肉、この3つが値上がりするプロセスがもう始まっているのだ。ちょっと待ってください。私なりの見方を言ってもいいですか？日本政府はこういう有事の時にエネルギー補助金を出しますよね。だとすると家計への直撃はある程度吸収されるんじゃないですか。結局、政府が財政出動すれば個人の痛みは薄れる、という楽観論も成立しませんか？鋭い視点なのだ。確かに日本はコロナ禍でも、ロシア、ウクライナ戦争でもエネルギー補助金を出してきたのだ。でも、今回の規模を見てほしいのだ。東南アジア各国の政府がすでに、数十億ドル、規模のインフレ対策費を数週間で使い切っているのだ。もし戦争が長期化したら、日本政府も同じだけ財政を使うことになり、その分は税金か国債として将来の負担になるのだ。補助金は、痛みの先送り、であって、ゼロにするわけじゃないのだ。冒頭で言った、1.7 兆円が30日で消えた、という話に戻るのだ。ドバイのアメリカン大学の金融学教授ハイサム・アウン氏はアルジャジーラに対して、これは、一時的なショック、で長期的な経済計画には傷がない、と語っているのだ。でも僕の見立てはもう少し慎重なのだ。なぜなら、UNDP の分析では、たとえ短期戦であっても影響は深く広範になると明示しているからなのだ。専門家の意見が真っ二つに割れているのが、今この瞬間の現実なのだ。では、これからどうなるか、3つのシナリオで考えるのだ。シナリオ A は短期終戦。1、2ヶ月以内に停戦が成立するケースなのだ。この場合、ドバイの株価は急反発し、NISA 口座の 7% 損失は回復軌道に入る可能性が高い、アルジャジーラ的な楽観論が当たるシナリオなのだ。シナリオ B は中期泥沼化。3、6ヶ月以上の戦闘継続なのだ。この場合、UNDP の試算する28兆円規模の GDP 損失が現実化し始め、食品、エネルギー価格の高止まりが続く、日本の NISA 積立民は、継続か停止かの判断を迫られる可能性があるのだ。そしてシナリオ C はさらに悪い。ホルムズ封鎖が長期化し、イランが第3の攻撃手段を使う場合なのだ。この時は原油200ドルも現実の数字として語られ始めているのだ。僕個人の率直な意見を言うのだ。ドバイの金融当局は長期的な経済計画は揺るがないと
と言い続けるだろうが、それは対外的な信頼維持のための言葉でもあるのだ。本当の痛みはドバイで働く外国人労働者、観光業に従事する人たち、そして世界中でドバイ、ファンドに投資していた機関投資家がすでに受け取り始めているのだ。今すぐできることは一つ、自分の NISA、投資信託のポートフォリオに中等リスクがどこまで入っているか確認することなのだ。コメント欄で、あなたが NISA を今も積み立てて継続しているか、それとも一時停止したか、教えてほしいのだ。今日のニュースを一つの数字で覚えてほしいのだ。120億ドル、ドバイとアブダビで消えた時価総額なのだ。この数字が1ヶ月後どうなっているか、答え合わせをしようなのだ。チャンネル登録と高評価は次の深掘り動画を作る燃料になるのだ。次回はこのイラン戦争が日本の安全保障と防衛費にどう跳ね返ってくるかを掘り下げるのだ。それではまたなのだ。